今週の出雲ラボはダイソーの LED タッチランタンにスリープタイマーを内蔵できないか考えてみました。1時間のディレイを作る簡単なアナログ回路を設計、その解説もしています。よかったら最後まで見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週来週はガチめに電子工作です。で、今回は回路設計とシミュレーションまで。難易度はそんなに高くないはずです。では、資料を見ていきましょうか。というわけで、今回ダイソーのタッチランタンにスリープタイマーをつけるという企画です。なんでこんなことを始めたかというお話なんですけど、ここのところずっといじってるタッチランタン、これって本来電池駆動じゃないですか。普段使いするとしたら寝る時のナイトライトとして使いたくなりますよね。でもこのランタン自動で消灯する機能がないんですよ。消し忘れて眠っちゃうとあっという間に電池がなくなっちゃいます。ちなみに一番明るいモードだと電池寿命は12時間とされているので最悪一晩でなくなっちゃいそう。というわけでスリープタイマーがつけられないか考えていきます。電池駆動なので外部的な電源タイマーとか人感センサーとかは使えない前提です。マイコン使うっていう手もあります。タッチセンサー付きのマイコンとか使えばきっとできますよ。できますけど、それでも今回はもっと手軽にアナログ的な仕掛けでやろうかと思います。実はタイマー IC も探してみたんですが、1時間のディレイとなるとちょっと見当たりません。で、単純に RC のディレイ回路でなんとかならないかなと。ディレイ回路というのは例えばこんな感じ。このスイッチをつなげると、このコンデンサに電源電圧分の電荷が溜まります。スイッチを離すと、コンデンサに溜まった電荷は、この抵抗からゆっくり抜けていって、VRC がだんだんと下がってきます。この時間がディレイ時間で、特にこのてっぺんから 36.8% までの時間を指定数 τ と呼びます。この回路で抵抗 10MΩ、コンデンサー330マイクロファラッドとすると、指定数は3300秒、55分。10MΩとか長期化と思わないでもないですが、リークに気をつけて作ればなんとかなりそうな範囲かな？どうかな？チャレンジしてみる価値はありそうかなってレベルです。で、ざっと回路を考えてみたのがこれ。先ほどの RC 指定数にコンパレッターを追加しています。スイッチをオンすると、この RC ノードが釣り上げられて、スイッチをオフするとゆっくりと下がっていきますよね。で、この R3 と R4 で式位置を決めていて、RC のノードが式位置を切ったら、コンパレッター出力がローになるという作りです。ここのコンデンサはチャタリング防止の仕掛け。RC ノードはものすごくゆっくり下がってくるので、コンパレッターの出力が上がれないようにしています。だいたいわかりますかね？シム結果を見た方がイメージしやすいかな。というわけで、LT スパイスでシムってみました。LT スパイスというのは、アナログデバイセスというアメリカの IC メーカーが出しているシミュレーターで、特にお金を出さずに個人でも使えます。アナログ回路のお勉強には死ぬほど便利なので、よかったら試してみてください。ググれば使い方について説明されているサイトとか動画がいっぱい出てきます。で、これが LT スパイスの画面なのですが、電源のシンボルがこれで、電源電圧 VCC は 5V。これがスイッチ。こっちはコンパレーターの理想モデル。あとは先ほどの回路図のままです。こっちがシム結果。緑色が出力ノード。黄色が RC のノードです。赤い線は式位置を表しています。最初の1秒間で RC のノードを 5V まで引き上げて、その後ゆっくり下がっていきます。RC のノードが高い間はアウト端子はハイ。式位置は 0.4VCC で 2V になっているので、
RC の濃度が 2V を下回ったらアウト端子はローになります。その瞬間に、ここの10マイクロファラッドのコンデンサが RC 濃度を引き下げます。わかりますか？ここです。RC の濃度がキュッと下がっているのが見えますよね。式1電圧から引き離すことでコンパレーターを安定させています。この式1設定だとだいたい3100秒ぐらいで出力はローになります。この先にパワーモスフェットとかをつけておけばランタンをオフにすることができそうですよね。50分ちょっとのスリープタイマーの出来上がりというわけです。さて、これ、電源電圧が変わったら、スリープまでの時間はどうなるでしょう？電源電圧を変えてシムってみます。電源電圧を 3.6V まで落としたシムがこれ。先ほど同様、3100秒あたりでアウトが落ちています。つまり、この回路のディレイ時間は、電源電圧が変わっても一定ということです。なんでかというと、電源電圧に応じて RC 濃度の電圧は下がっちゃうんですが、式1の方も同じ割合で下がるから。結局、RC 濃度が式1電圧に到達するまでの時間は同じということです。訳の解説しときます。さっき説明しなかった、こことここの 100Ω は瞬間的に大きな電流が流れないように抑える役目があります。あんまり大きな電流変動があると電源に優しくないので入れておきました。あと、例えば、ここの抵抗を可変抵抗にするとディレイ時間の調整ができます。式1電圧を測りながら調整すれば、おおよそのディレイ時間が計算できるでしょう。お好みで改良してみてください。さて今回、部品を買いに行く暇がなかったので、ここまでになります。というわけで、ダイソーの LED タッチランタンにスリープタイマーを入れる手段を考えてみました。実現できたらタッチランタンの使い勝手がすごく良くなりそう。なんとか実現したいものです。さて、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。次週、秋月に行く時間が取れたら部品を買って実際に作ってみます。さて、うまくいくでしょうか？お楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。